こんにちは、トバログです。今回はですね、ずっと手元に届くのを待ちに待っていたこちらのキーボード、ミステルの Air1 っていうキーボードについて紹介していこうと思います。このキーボードね、見ての通りめちゃくちゃ薄くてコンパクトなんですけど、ここにね、搭載されてるスイッチがずっと僕がね、欲しかったチェリーのウルトラロープロファイルっていうね、キースイッチを搭載している、世界でもね、現状多分唯一無二のキーボードなんですよね。実はね、すでに日本にいる時に予約注文してたんですけど、オーストラリアでのね、旅に間に合わなかったんですよね。なので今回どうしてもオーストラリアで使いたいというところで、今回ミステルさんにね、一つお送りしてもらったので、これについて何がそんなにいいのっていうところと、若干ね、1ヶ月ぐらい使ってみたんですけど、気になるなっていうポイントもあるので、そこについて紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで今回紹介していくのがこのね、ミステル Air1 っていうめちゃくちゃ薄くて軽いキーボードですね。さっきも紹介した通り、チェリー MX のね、ウルトラロープロファイルキーを搭載していて、それをね、搭載してるキーボードって本当に数えるぐらいしかないんですけど、その中でも最もコンパクトな、コンパクトサイズのキーボードとなっています。ミステルっていうメーカーは台湾のね、キーボードメーカーで結構有名なものだと、こういうね、左右分離型のキーボードを出していて、結構家電量販店とかでも触ったことある人多いんじゃないかなと思います。そこがね、この、コンパクトながらこのウルトラロープロファイルキーを搭載してくれたキーボードを発売してくれたっていうのがね、最高に嬉しいポイントですね。で、配列については US キー配列だけですね。この配列で矢印キーもちゃんと備わっていて、ファンクションだったり、あとレイヤーがね、3つ分けて使えるんですけど、レイヤーキーが備わっていたりします。全部でね、68キーで、いわゆるね、こういう HHKB とかと同じような、近いようなね、サイズ感のジャンルではあるんですけども、こちらにね、エンターキーの横にページアップとかページダウンとかホームとか、そういうね、キーが搭載されている点が特徴です。こうやってね、入力している時に間違って誤入力しちゃうっていうところからね、ちょっと嫌だなっていう人もいると思うんですけど、ここもね、キーマップとかそういうので割り当てられるし、使いようによっては結構便利なので、個人的にはね、搭載されていて嬉しい感じはありますね。ただこのね、コンパクトキーボードよりも若干長さが長い分、例えばトバログが普段から愛用しているハーフデイパックには本当にギリギリ収まるぐらい、クッション性もね、ないところに本当にギリギリ収まるぐらいの雰囲気なので、この辺はね、ちょっと携帯性を考えると、一長一短かなとは思います。でかつ、重さもね、295g っていうめちゃくちゃ軽いキーボードではあるんですけど、難点としては有線接続のみに対応しているっていう点ですね。この薄さだとね、やっぱり Bluetooth キーボードだと嬉しいなっていう感じではあるんですけども、基本的には有線でこうやってね、手元にある iPad と接続したりとか、Galaxy Z Fold 5みたいなタブレット的に使えるね、スマホと接続して、こうやって使うっていうことが、メインのキーボードかなと思います。カラーはブラックとこのシルバー、僕がね、手にしているのシルバーなんですけど、その2色展開となっています。で、キースイッチについては、このね、ウルトラロープロファイルのタクタイル版とクリック版の2種類選べます。結構迷いどころで、僕はね、タクタイル版を購入したので、今回ね、メーカーさんにはクリックタイプをお送りしてもらいました。このカチカチという打鍵音が気持ちいいですね。一応ね、日本語の説明書が同封されていたので、日本でも取り扱いあるのかなとは思うんですけど、現状はね、アメリカのキーボードサイトなどで購入できる形です。価格は$169で日本円で2万円ちょっとかなと思うんですけど、こういう新しいキーボードと考えると、それなりに頑張っているのじゃないかなとは思います。はい、概要は一応紹介したんですけど、早速このキーボードについてどういう特徴があるのっていうところを紹介していこうと思います。
このキーボードについて特徴を挙げるとざっくりこんな感じですね。それぞれ気になるところあると思うので、一つずつ紹介していこうと思います。まずね、やっぱり特徴一つ目としては、Cherry MX のウルトラロープロファイルキーを搭載しているっていう点ですね。見た感じは本当に普通にノート PC とかにありそうな、なんかマジックキーボードっぽいなみたいな印象だと思うんですけど、そのね、見た目とは裏腹にこのカチカチとしたこのね、メカニカルキーの青軸のようなクリック感がある点がやっぱりね、最高にいいんですよね。メカニカルキーボードって色々な種類のスイッチがあると思うんですけど、このウルトラロープロファイルスイッチに関しては、この僕が普段愛用しているエイリアンウェアっていうデカめの PC があるんですけど、これにね、搭載されているこのキースイッチと全く同じものを搭載しているんですよね。チェリーのサイトには載ってないんですけど、デルのね、サイトにはこのキースイッチ自体はチェリーとエイリアンウェアが一緒に共同開発をして作ったスイッチですみたいにね、紹介されたりしているんですが、ここに搭載されているキーと同じものがこうやってね、単体でキーボードになったのがこのね、チェリー MX のウルトラロープロファイルっていう感じですね。このノートパソコンに収まるような薄型のキーボードではあるんですけど、このね、ストロークが 1.8mm あって、本当にね、ガチッと確かな打鍵感があるんですよね。で、それでいて個人的にすごい好きなポイントで言うと、あるところまで行くと一気にこうパクッと牛乳パックでね、バネを作るみたいなおもちゃがあると思うんですけど、あれみたいにあるところまで行くと勝手にカクンとね、押し込まれて、で、その後に指をパンと弾くようなね、動作をしてくれるので、かなり高速にこのね、テキストメールとかチャットとか、ゲームのね、返信とかそういうのが行えるっていう点が、魅力のキースイッチかなと思います。僕がこのエイリアンウェアの PC 購入したのが1年半ぐらい前で、その時はね、すごいなんか気持ちいいなぐらいに使ってたんですが、使っていくうちにね、本当にテキストを打つ時のこのね、なんか絶妙に指を弾く感じが本当に心地よくて病みつきになってしまったので、わざわざね、テキストを打つ時はメイン PC じゃなくて、こっちのね、エイリアンウェアで、書くとかもやっていたんですよ。そのぐらいハマったキースイッチだったんですけど、これをね、単体で搭載しているキーボードって本当に数少なかったんですよね。他だと、コルセアが出している K100 みたいなやつだったりとか、あとね、一応チェリー MX も純正でね、キーボードを出してはいるんですけど、いずれもこのフルサイズキーボードでコンパクトキーを愛用するトバログ的にはね、やっぱりこの Air 1は待っていたキーボードだったんですね。本当にウルトラロープロファイルキーボードでいつもね、検索し続けて、初めてこれをね、目にした時はちょっとね、感動しましたもん。やっぱり嬉しかったですね。クリックタイプの打鍵音はこんな感じです。中にね、音が響かないようにするフォームみたいなのが入っているので、そこまでね、カチカチと乾いた音がするわけではないんですけど、それでもクリックタイプはそれなりに音がする感じです。余談なんですけど、全く同じキースイッチを搭載したエイリアンウェアはこんな感じですね。こっちはね、フォームが搭載されていないので、結構乾いたカチカチ音が鳴るんですが、こちらはね、乾いた音っていうよりかは、割とこう、こもってくれる感じになっているかなと思います。で、ウルトラロープロファイルキーはこういう形状です。めちゃくちゃ取り扱い注意なんですけど、シザーキーボードみたいな形状で、このね、真ん中にバネが備わっていて、このね、両脇がカチッと押されることで、このバネがね、クリッとわかりますかね、カチッとなるような形状になっています。で、キースイッチ自体はこのね、基板に直接ハンダ付けされているような感じですね。なので、ホットスワップみたいにこのね、キーを例えばクリックからタクタイルに変えようみたいな、そういうことは基本的にできない形状になっています。で、キーキャップについても交換はね、ほぼ不可能ですね。一応こんな感じで一つだけね、取り外してみたんですけど、結構無理やりグイっていった感じなので、ここのね、端っこの爪部分がちょっと白く変色しちゃっています。今回は運よく壊れなかったんですけど、おそらくね、無理やり外そうとすると壊れると思うので、本当に取り扱いは注意ですね。で、特徴2つ目で挙げた点として、やっぱりこのデザイン性ですよね。このウルトラロープロファイルキーっていう、このね、薄くても確かな打鍵感がある製品特徴、スイッチの特徴をね、活かした形状っていう、限りなく薄く、そしてコンパクトにしたいっていう、このなんか美学みたいなのが生きていて、そういうね、デザイン性というか、
作り方が本当にかっこいいなと思います。筐体はアルミニウムで、キートップはね、マットでさらりとしたエッジの効いた樹脂製となっています。で、背面にはこんな感じで、背面もね、樹脂製なんですけど、この裏にはなんかね、マットみたいなのが備わっていて、一番薄い部分は約 5mm、5.08mm という形で、外付けのキーボードとしては本当に薄い部類に入るかなと思います。で、若干こう傾斜がついていて、こっち側がね、1センチ近い感じになってますね。で、トップの部分を見ていくと USB-C のポートが2箇所ついていて、いずれも有線接続をするためのポートです。使い方は同じで、こっち側に有線接続もできるし、こっち側にも有線接続できるっていう、このね、フレキシブルな形状となっています。で、背面を見てみると、ここにね、スイッチがあります。ここのスイッチを動かすことで、ここのスイッチを切り替えることで、Windows、Mac だったりとか、キャプスロックを別のキーに割り当てるとか、そういう使い方ができますね。一応ね、キーボードのライティングを変えることもできます。ゲーミングキーボード的にこういう風にね、変化のパターンとかが選べたりする感じですね。11種類から一応ね、選べるみたいで、こんな感じで、なんか光り方はね、11種類から選べるらしくて、こんな感じの、なんか、ランダムに光るやつとか、押したキーだけにね反応してこうちょっとだけ光るやつとか、そういうのがね選べるようになっています。トワログはねほぼこういう光る感じのやつは使わないので、基本的にはこのね光らなくするところで使うっていうパターンが多いですかね。でこのキーボードに関してはソフトウェアではなくて、キーボード単体でねキーのリマップだったりレイヤーの設定とかを行うんですね。結構ね複雑でトワログ全然覚えられていないので、公式ページからダウンロードした説明書をね見ながら使っていこうと思います。でちょっとね見てほしいんですけど、こんな感じでミステル Air 1のキーボードに関してはこうやってね日本語の説明書がちゃんとついてるんですよね。現状はね発売されていないと思うんですけど、こんなところに販売元アーキサイトって書いてあります。これは期待できますね。っていう余談は置いといて、ちょっとねキーのリマップみたいなのをどういう風にやるか設定していきたいと思います。はい、じゃあちょっとリマップモードに移っていきます。今緑に光っているのでレイヤー2のリマップっていう感じですね。ファンクションとコントロールを同時押しします。するといろいろこうやって光るので、交換していきたいキーを変えていく感じですね。例えばコントロールキーを押してこれを変えたいってなったら、ここがねピカピカ光るので、これと交換したいキースイッチを例えば入力します。よいしょ。何もなってないと思うんですけど、これで PN を押すとここにね青く光るので、これでねリマップできてる状態ですね。でこっちも交換したいので、例えば Windows キーを押してコントロールを押してPN を押すと、これでスイッチが交換されている状態です。視覚的にはね本当に分かりづらくて、自分でこうやって動画撮ってメモっとかないとね分かんなくなりそうですね。じゃあちょっとね実験的に分かりやすいように A を押した後に1を押して保存しておくと、このね A のキーはもう1のキーになっているので、 A のキーがこのキーボードに存在しないことになってますね。今は本当にリマップできているのか後で実験していきます。でもう一つちょっとねマクロプログラミングみたいなこともできるので、それもちょっとこのキーボード上でやっていきます。例えばホームを押して、この後にで押すと、これでおそらくマクロモードになっているはず。マクロモードっていうのは今ね僕が入力していったキー全てをねこのキー一つで押し込むことができるっていうやつですね。プログラマーとかそういう人が使っていると思います。結構ね問題としてはこのコントロールキーの割り当てが難しい問題ですね。なぜならファンクションとコントロールを同時押しでこのねリマップモードから退出するので、間違ってコントロール先に押しちゃったら、さっき割り当てたこのキーリマップが変わってるみたいな、もう元に戻っちゃってるっていうことになるので、意外とこのリマップはできるんだけど難しいっていうところがあります。コツがいる気がする。同時に本当にぴったり押したらリマップできてますね。じゃあ本当にリマップできているのか確かめます。A を押すと1になってます。ちゃんと1になっているので、例えばここにね点キーを割り当てるレイヤーを作って、こっち側をねレイヤー変えて点キーにするとか、そういう使い方ができますね。マクロを使うと、よいしょ、ちょっとひらがな入力モードでやっちゃってるからマクロの漢字がこのね漢字になっちゃってるんですけど、一応ねシフトを押しながら入力したので、例えばこれを押すだけで
もうひたすらこういうね、同じ文章が打ち込めるようになっています。ただソフトウェア上じゃなくてこのキーボードで入力しないといけないので、例えばね、長文のコードを書くとか住所を書くとかで、本当にタッチタイピングで完全に間違えずにね、入力する必要がありそうです。電話番号ぐらいならいけそうだけど、日本語の長文テキストは難しそうですね。っていう風に、キーボードのね、リマップ機能もあります。はい、という感じで、ある程度ね、この Air One について紹介してみたんですけども、ここからはね、実際に1ヶ月半ぐらい、2ヶ月ぐらいですね、2ヶ月ほど使った感想を紹介していきます。まずはね、いいと思った点ですね。いいと思った点一つ目としては、なんと言ってもサクサクと素早く心地よくね、入力ができるっていう点ですかね。さっきも言ったんですけど、ある程度のところまで行くとカチッと押し込んで、その後ね、指を弾いてくれる感じがあるので、このね、短いストロークで確かな打鍵感を得ながら素早く返信する、テキストを入力することができるっていうのがやっぱいい点ですね。普段はね、HHKB っていう静電容量無接点スイッチをね、搭載しためちゃくちゃ打鍵ストロークの深いキーボードも愛用しているんですが、これはね、割とこのキーボード上から手を離さずに長文を入力するときにすごい快適に打てる気がするんですよね。なんですけど、こちらはね、長文をすごいずっと入力し続けるっていうよりかは、本当にマウス操作をしていて、サクッとメールを返信したいときにサクッと返したり、チャットとかをね、返す。いわゆる本当にゲーミングのチャッティングをする時用のね、キーボード的な感じなので、そういう点で本当に使い勝手がいいのかなと思います。この辺はね、さすがエイリアンウェアとかチェリーがね、一緒に開発しているスイッチなだけありますよね。メリットに関してはそんなところですかね。デザインに関しても本当に薄くてかっこいいデザインなので、白系がね、好きな人以外には結構刺さるかなと思います。特にね、黒一色のブラックモデルとかは本当に高級感があってかっこいいので、ブラックでね、統一している人とかはこういうキーボードを選んでもいいのかなっていう感じですね。で、逆にガジェットいい点もあればちょっとね残念な点もあるというところで、残念な点も紹介していきます。まず一つ目としてはやっぱりね、有線接続にしか対応していないっていうところですね。極限まで薄く軽くしてくれてるのはいいんですけど、どうしてもねこのサイズ感と持ち歩きやすさから、iPad だったりとか、スマートフォンと接続して使いたいんですよね。そういう時にやっぱり Bluetooth があるとすごい便利だなと思います。僕の場合結構 XR グラスとこのね、Android を接続して使うパターンが本当に多いんですよね。特にね、外出先だと今まではね、こういうキーボードを使っていたんですけども、打鍵感と配列がね、やっぱりいまいちなんですよ。なので、それのね、代替として、やっぱりこの打鍵感も妥協しない、これがね、最強かなとは思うんですけど、Galaxy Z Fold ね、端子が一つしか備わってないんですよね。一応ね、USB-C のハブもいくつか試したんですけど、これとこれをね、同時に使う術がなくて、本当にどっちかしか使えなかったので、もしね、これが Bluetooth 接続してくれていたら最強の作業環境ができたのになっていう、そういうね、ちょっと残念さがあります。この辺ね、分かってて購入してるんですけど、やっぱりBluetooth あったら最高に便利だなと思いました。で、ちょっとね、残念なポイント2つ目としては、やっぱりね、キーマッピングとか、そのコマンドが覚えられない、そして結構複雑っていうところですね。さっきも紹介した通り、ここでね、キーマッピングできるんですけど、キーマップめちゃむずいんですよ。このね、ボタンとこことかを押したりしながら、やっていくので、慣れればね、そんなにめんどくさくはないんですけど、やっぱりね、ソフトウェア上でカチカチ選んだ方が、早くて楽だし、キーマッピング中のね、画面を閉じたいっていう時にね、間違ってこっちもね、キーマップ状態になったりとかして、押し間違いとかがすごい多いんですよね。で、それでマッピングが消えちゃったりするので、おーいみたいな、そういうね、煩わしさが本当にあります。で、リマップがね、キーボード内だけで完結しちゃう難点もう一つとしては、例えばね、ここの折る時に日本語のカナ入力と直接入力とか、そういうね、切り替えを割り当てられないというところですね。本当に人によるとは思うんですけど、例えば僕の場合、ここのね、スペースキーの両脇に、日本語入力の切り替えをね、割り当てていて、HHKB とかだとソフトウェア上でカナキー、英字キーみたいな選べたりするんですよね。一応現状はね、Windows の PowerToys っていうツールを使って、ここにね、
VK22 だったり、こっちに VK26 っていう仮想のキーをこのオルト自体に割り当てて使ってはいるんですけど、違う PC に乗り換えたらそれがね、消えてしまうので、やっぱりね、キーボード内でその辺が入力完結するとめちゃくちゃ嬉しいなと思っています。どちらにしろそういうソフトウェアがあったり、もしくはサードパーティー製のソフトで書き換えられるなら、ちょっとね、書き換えたりしていきたいなっていうところですかね。はい、というところで今回の動画終わりにしようと思います。ずっとね、1年以上こういうキーボードが欲しいと思って待っていたキーボードだったので、やっとね、手に入れてこうやって使うことができるのは嬉しいですね。難点としてやっぱり優先接続できないとか、キーマップがね、ちょっと難しいみたいな点はあるんですけど、明らかにね、iPad でブログを書いたりする使用頻度がすごい上がったので、自分的にはかなりプラスのアイテムかなと思います。これに関しては提供品ではあるんですけど、タクタイル版もね、購入しているので、そちらもね、使っていきたいところです。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタン、コメントお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。とばろぐでした。